こんにちは、日本語クラスです。今日はライブでお話しします。こんにちは、日本語クラスです。もし今聞いてくださっている方がいらっしゃったら、声が聞こえますと、チャットのメッセージをぜひ送ってください。よろしくお願いします。はい。じゃあ始めようと思います。多分大丈夫と思いたいですね。はい、思って始めますね。今日はタイトルに書いてある通り、ニュースです。でニュースなんですけど、今日はみんなが読むというより私が話して説明をしようと思います。はい、聞いてよくわかるようになってほしいですね。はい。それももちろんね、いろんなニュースありますよね。あなたの国にもね、毎日毎日いろいろなニュースがありますね。で、日本でもそうで、なんか人が殺されたとかそういう怖い事件もね、もちろん日本もあるんですが、その中でも皆さんに関係があるニュース、日本語を勉強している皆さんに関係があるニュースを、選んで今日5つ私が紹介したいと思います。はい。ジュリアーノさんが、ありがとうございます。拍手の、マークが見えますが、声聞こえますね。多分ね。大丈夫かな。はい。声聞こえますよっていうのをよかったら誰か送ってくれると私安心します英語でもいいですから教えてくださいね。そしたらじゃあ多分大丈夫と思って始めちゃいますね。ですねこの写真はね、東京タワーですね。東京タワー本当に綺麗。はい。だけどね、今日のニュースには東京タワーは出てこないんですけど、はい。写真が綺麗なのでお見せしました。はい。この写真も東京ですね。はい。じゃあ、行きましょう。今日のまず最初のニュース。はい。トップ5って言ってますが、まあそうかな。一番上に行くほど上に行けば行くほどトップ1はやっぱり本当にみんなっていうか、はい、もう外国人のっていうニュースです。はい。じゃあ下から順番に行きましょうか。ですね、下の5番目のニュースは、この写真のように富士山に関係があるニュースです。はい。今月は富士山のニュースが多いですね。今月っていうか先月からかな、ニュース多いですね。はい。ちょっといろいろ私の YouTube でも今までも紹介しましたね。はい。じゃあ行きましょう。富士山のニュース、どんなニュースと言ったらこんなニュースです。ドン字がいっぱい書いてあるってね。ポッドキャストじゃないんですかってね。そうですよね。皆さんは読まなくていいですよ。今日は本当にこれ私のメモのために書いてると思ってください。大丈夫です。皆さんは読まなくて平気。はい。で今メッセージで聞こえますよと書いてくださってありがとうございます。エルさんとか、ペーターさんとかありがとうございます。じゃあ行きましょうか。今日の5番目のニュースはトップ5はですね、これです。富士山夏山シーズン前に避難訓練、外国人観光客も参加、山梨というニュースです。はい。これ全然怖いニュースじゃありませんから安心してください。富士山のニュースで、富士山は7月かな、7月1日から、2ヶ月間ぐらい、登れるんですね。山に登れるようになります。はい。夏のシーズンって言って、冬とかはやっぱり危ないから登れないんだと思うんですけど、で、そのシーズンが始まる前に、まだ始まってないです。まだどうぞ登ってください、誰でも来てくださいっていうのはまだ始まってなくて、その前が今です。で、登るのいいんですけど、実は富士山って
生きてるんですね。簡単に言うと生きている山です。あのーえっ、と山の下の方からドク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 ボカーってマグマが出てくる山なんですね。意味わかりますかね。噴火って言うんですけど、山の下からボワーって出てきます。なんて言えばいいの。ボルケーノって言えばいいんですけどね。そう、噴火するんですね。生きている山なので、まあちょっとはっきり言ってしまうと、いつまたボコボコボコボワーンって山が動くか、富士山が動き出すかわからないですね、実は。で、何百年に一回本当にボカーンってなってるんですけど、ですね、今研究者によると、そのボコボコボコってなりそうなのが、ちょっと今年の夏がまたちょっと危ないのが、ちょっとレベルがちょっと上がったということで、もしね何か起きても、あと地震とかもありますからね、もし何かあっても山をね、富士山その時に登ってる人がいてもパニックにならないように、どうしようね、死んじゃう死んじゃう、どうしようどうしよう、怖い怖いってならないように、大丈夫です、皆さんこっちの道に来てください、そしてバスに乗ってください、逃げてくださいとか、そういうのをトレーニングする、はい、ことをしたっていうニュースです。それが避難訓練っていうんですね。この漢字ね、何ですかこれってね、難しい。N2 レベルですね。N2 レベルで避難、逃げるってことです。何か危ないことがあった時に逃げるっていうのがこれで、訓練、これ訓練と読みます。訓練はトレーニングの意味です。はい。だからもし富士山に登ってる時、怖いことが起きたら安全に逃げられるように練習しますというのを最近やりました。今週ですね、やったというニュースで、それも日本人の人だけが練習したじゃなくて、外国人の観光客の人にも参加してもらって、やりましたっていうニュースです。はい。大体ですね、150人だったかな、150人くらいの人がこの、練習をしたということです。はい。でこの最後山梨って書いてあるんですけど、この山梨っていうのは富士山がある場所のことです。山梨県ですね。はい。そうそうねえ、だからやっぱり練習しておけば何かあった時にいいですから、これはね、観光客の人のためにやったっていうのもあるし、あとはその山で働いてる人がいつもいつも富士山に行きますから、その働きに行っていた時にもし何か起きた時に皆さんに逃げてもらえるように、その人たちが練習するっていうのが一番大事なことですね。そのためにやったというニュースでした。はい。ねえ、本当に皆さんね、もし富士山行った時ね、何も起きないことが一番いいんですけど、もし何かあってもそこの富士山で働いてる人たちはそういう練習をしてますから、安心してくださいね。そうそう。で、私の YouTube でちょうど富士山のニュースが実は5月にもたくさんあったので、話をしてます。はい。もし聞いてない人は、ぜひ聞いてみてください。これね、皆さんに関係があることです。特に富士山に登ろうって思ってる人にとても関係があります。これから富士山登ろうって人は予約をして登る必要があります。はい。で、富士山って大きいので登る道はいろいろあるんですけど、特に人がよく登る有名な道のところは人気で混んでいるので、予約をするっていうことになりました。はい。その話、どうやって予約するのっていうのね、聞けばわかりますので、私の YouTube でまず聞いてみてください。ね。で、こっちのもう一つの方も同じなんですけど、こっちはより詳しく話をしてます。はい。ですのでちょっと予定、富士山に登る予定がこれから今年もだし来年とかも予定してる人はこれちょっと見ておいた方がいいかもしれないです。
私の YouTube チャンネルで見られます。はい。で次の行きましょう。ニュースね。4番目の4位のニュースはこれです。どうぞ。ドン。はい、漢字いっぱいですが、私読みます。大丈夫ですよ。ですね。ちょっと待ってください。声聞こえるかちょっと心配ですけど大丈夫かな。はい。もし聞こえなくなったら、あれ聞こえないですって教えてくださいね。はい。行きましょう。4位はですね、これです。長野県内、クマに襲われる被害相次ぐ。県全域に出没注意報というニュースです。これ言葉はですね、もう本当に日本人が読んでわかる日本人のためのニュースのタイトルなので、皆さんは分からなくて大丈夫ですからね。そう心配しないでください。これはニュースの意味はですね、このニュース起きてるのは日本の長野県というところです。知ってますか？長野県の場所。場所は、東京から、バスでも行けるし新幹線でも行けるんですけど、そんなに遠くないです。山がいっぱいあるところです。はい。で、新幹線で1時間かかるかな、かかんないかもしれないですね、東京からだったら。はい。で軽井沢っていうちょっと涼しいところが有名。ビートルズのジョン・レノンがすごい好きな場所だったんですね。軽井沢ってとこね。それ長野県です。はい。観光客がとても多いところです。夏でも涼しくて気持ちいいところですね。はい。そこはですね、やっぱりね、山なんですね。山がすごいいっぱいあるところなので、森ですね。森がいっぱい。だから住んでる人もたくさんいるんですが、外国の人もこことても最近住んでるらしいんですけど、クマがですね、今週よく出てるっていうニュースが多くて、はい。クマって大丈夫？わかります？動物のベアですね。大きい体の大きいものです。カタカナで今日はここにクマって書いてありますけど、漢字もあります。はい。クマは体が大きいです。小さい子供のクマもいるけど、一番怖いのは手ですね。手のところがとっても長い爪があって、人を見ると追いかけてくる。人だって言ってトトトトトってきて、でどうしてもですね、ふしゃっと手でふしゃっガシャッと人間とかをなんでしょう、捕まえるみたいにガーってやるんですね。だからもう一回でも人がさっと触られると、もうすごく大きな怪我を負ってしまいます。すごいパワーです。でそのクマがですね、たくさん今長野県で、人を襲っている、人に被害を与えてしまっている。はい。で今週いくつかあって、それも今日ですね、今日の朝もあったんですね。今日の朝あったのは、女の人が新聞配達を朝していて、朝早いですよね。でその時にちょっと森の近くだったのかな、クマね会ってしまって、でクマに襲われちゃったっていう。で生きてはいるんですけど、その人とてもでも大きな傷を負ってしまったっていうニュースで、もうこれは本当にもう危ないっていうことで、ここに書いてある通りですね、そういうふうな被害あった人は一人じゃない何人も今いて、で今もう本当に怖いんですけど、県全域っていうのは長野県全体に、もう町の方も森の方だけじゃなくて町全体、長野県全部のとこにクマ気をつけてくださいっていう注意が警察の方から言われている、アラートが出ているっていうニュースです。はい。これね、
ごめんなさい、県全域っていうのはなかなか珍しいです。どこの場所も、いや街だったら人もたくさんいるし、お店もいっぱいあるし、電車も走ってるし、新幹線も走ってますからね、大丈夫でしょうって言うんですけど、いやいや、ちょっと本当に分かんないです。熊今山降りてきて町に来てるかもしれないから、そういうこともあるから危ないからって言って、警察がとても注意注意と言っているっていうニュースです。はい。これね、選んだ理由、私がこれを皆さんにお話ししてるのは、YouTube ね聞いてくださってる人でも長野県に住んでるっていう人も今までもいらっしゃったし、あと観光地なので観光で行くっていうね、行ってみようって言って涼しい場所だし、はい、ジョン・レノンも好きな場所、確か住んでたのかな、すごい有名なんですよ。それでね、ジョン・レノンと小野陽子が一緒にこの辺いたっていうね、長野県だし、景色もすごくいいんですね。すごくいいところなので私もとても好きだし、はい、だから皆さんが行く可能性があるので、ちょっと本当に気をつけた方がいいよっていう話です。はいね。まあね、ちょっとね、多分人間がねもう森を邪魔してるんだと思うんですよね。だから仕方ないんですけどね、皆さんも気をつけようっていう話。はい。じゃあ次行きましょうか。3番目のニュース行きますよ。次はですね、よりどんどん皆さんに関係が深くなっていきます。いきます、どうぞ。ドン。3番目。はい。また漢字。はい、大丈夫。読めなくても大丈夫だけど、でも読めた方がいい漢字がいくつかありますね。もしよかったら見てください。でも、いや、見たくない。今日、ポッドキャストって人はもう全然見なくていいです。大丈夫。耳のね、聞く練習をしましょう。はい。いきますね。でも読みますよ、一応ね。国立大教会緊急の声明を公表、財務状況の悪化でもう限界、はい、というタイトルです。ニュースのタイトルって難しいですよね。意味がよくわからない。はい、動詞動詞があんまりなかったりする。あとは何々がとか何々はとか誰がっていうのがあんまり書いてないので分かりにくいですよね。そうだから大丈夫ですよ。分かんなくていいですよ。これは本当に難しいので大丈夫。ですね、意味はですね、これもしじゃあ皆さんの中で日本に留学するとか、今留学中なんです日本の大学にっていう人で、それも国立大学、国の大学ですね。例えば有名な大学だと日本の国立っていうと、これ漢字はこれですね。国立ってこれ国が作っている大学っていうもの。それは、例えば一番日本で難しい大学は東京大学、東京にある東京大学ですね。あとは例えば京都大学、京都の大学ですね。京都大学とか、あと他いっぱいあります。それぞれの県にあります。はい、北海道にもあるし、北海道大学とか、いっぱいあります。はい、千葉大学とか埼玉大学とかいろいろあるんですけど、その国がたくさんお金を払って、やっている大学というのが日本いろんなとこあるんだけど、先に言うと国じゃなくて、プライベートの大学っていうのもあります。はい、国はあんまり関係してないよっていう。だからそっちの大学は学費が高いです。だけど今話している東京大学とか京都大学とかは国がたくさんお金を出して、サポートしている大学です。はい、それでそこの大学、いろんな大学がある。そのですね、全国で日本全部で86だそうです。86の国の大学のそのグループたち、その人たちが緊急、はい、もう
エマージェンシーです。エマージェンシーどうしようってもうって思ってる。ちょっと私たちとっても困ってるんですって言ってるんです、大学が。何にとっても困ってると言ったら、お金がないんです。うちの大学、私たちの国立大学、お金が足りないです。で、もう無理です。これ以上こんなに安いお金で大学を続けるのが無理ですと言っているニュースです。どうするのってね。お金ないんですか大学って。そう、簡単に言うと本当にそういうニュースです。はい。そしてですね、ちょっと言うと、これ日本のこの国でやっている国立っていうんですけど、国立大学って東京大学とかね、京都大学とかっていうのは、実は学生からもお金を取るんですね。ヨーロッパとか、例えば私が知ってる国だとドイツとかだと学費、学生からお金をもらうっていうのはほとんどない、多分ゼロだったと思うんですよね。なんですが国がお金払ってるから、そう国のお金でどうぞ勉強してくださいっていうシステムができてるんですけど、日本は残念ながらその学生からも少しはもらってるんですね。それじゃないと足りないんですね。でそれが例えば東京大学の場合だと、1年間でだいたい、54万円ぐらい、1年間で54万円くらいを払ってください、学費って言いますね。学生のお金、学費を払ってというのが今まで取っていた学費なんですけど、それだけでは足りなくて、でどのくらい足りなくなったんだろうっていうふうに言うと、ですね、これ20年前、今から20年前から、今を比べると、この20年前という前から国からお金をもらっているんですね。大学というのを集めて、でそれで国の大学の研究するのにお金使ったり、学校の建物作ったりっていうふうにしてるんですけど、今ですねそれがどんどん減っているということで、20年前と今を比べると、もらっているお金、国からもらっているお金がなんと何%減ってると思います？これちょっと多いと思った。私減ってしまってるのがなんと13%。 13% も国からお金をもらえてない、大学がね。すごく大きなお金なんですけど、でも13% も減ってるっていうとかなり大変ですよね。で減ってるんだけど、学生さんからもらう学費はそのまま変えてない、そのままだった、安くしてたってことです。だから大変ですよね。それって大学はどうしよう、お金足りないよ、じゃあここのお金を少なくしよう、例えば働いてる人の給料を少なくしようとか、あそこの建物、学校の建物古いけど直すお金ないからそのままにしましょうとか、そういう風になっちゃいますよね。でもう無理だと、もうついに今年もう無理、もう本当にお金足りなすぎますって、13% も20年前から比べたら減ってしまって、大学は大変なんですよって言って、もうそれをついに発表したんですね。で例えばというか 13% も少ないからお願いします、日本よ、もうちょっとお金ください大学にっていうふうに、それをお願いしてるんですね。であとは例えば日本の会社ですね、大きな会社にもお願いします、大学にお金を少しください、サポートしてくださいっていうお願いをしてるんですね。でもそれだけじゃやっぱり足りないだろうということで、このままだと学費を上げるしかない、大学生からもらうお金を上げるしかない、もうちょっとくださいというふうにするしかない。で例えば東京大学の場合だと、今までよりプラス10万円上げる
年間1年間で払うお金をプラス10万円上げなければ、もう大学がやっていくことが難しい、研究ができないとか、さっきのいろんな建物直せないとか、いろんなことが起きてしまう。そうだから本当に困ってるっていうニュースなんですね。なので、だけどやっぱりこのニュースを聞いて、学生の方もいやそんな学費上げられたら困りますっていうことで、学生の方もやめてくださいっていうふうにも運動をしてるんですが、これはね本当にもう国全体、日本が考えなければいけないとても大きな問題なんですね。でねえ、じゃないとじゃあお金もらえないんだったら、じゃあ学生の数を減らすしかないです。来年から例えば東京大学に入れる人、入学できる人の数を減らしますっていう風になっちゃうと、ねえ、本当は入れたはずの人、本当は頭が良くて入れた人が入れなくなっちゃうとか、そういうことも起きるし、いろんな問題につながるので、これはとても大きな問題なんですね。で皆さんがね、もし日本の国立大学で今勉強してたり、これから入る予定だったら、本当に学費の問題は大事ですから、今こういうふうに日本はちょっとどうしようっていうふうになってますっていうので、一つ大事なニュースなので紹介しました。ね、だからね、やっぱり勉強したり研究したりする人が減ってしまうとダメですからね。本当にね、大きなニュースです、これは。はい。じゃあ次、第2位のニュースいきます。第2位、これですね。いきます。ドドン。はい。これもですね、いいですね。これちょっとね、旅行に関係ある、日本に旅行に関係あるニュースです。はい。いいですね。皆さん、日本来る予定ありますか？それか、日本今住んでて、日本の中を旅行しようっていう人、飛行機乗るかもしれないですね。はい。じゃあちょっとニュース、飛行機ニュースです。いきます。はい。ここ全部漢字ですよってなんだってね。はい。大丈夫。心配しないでください。読みます。地方空港、ここで切れますね。地方空港で切れます。地方空港国際線利用、コロナ前の6割強、中国便回復が鍵というニュースです。全然意味が分かりませんね。はい、大丈夫。なんか分かりにくいですね、このタイトルね。はい、大丈夫ですよ。説明しますね。これは、日本にいろんな場所に空港がありますね。一番大きな空港はもちろん成田空港、千葉県にある成田空港、成田国際空港って言いますね。あそこだと思います、多分。はい、もういろんな国から外国の人が空港、東京の近くの千葉県の空港だったら、どこの国の人もあそこには来られるはずですね。で、だけどあそこじゃなくてもいろんなとこに空港があります。はい。みんながあんまり行かないような場所でもね、空港があるんですけど、そこの小さな空港ですね。そこのいろんな場所の空港、田舎って言っていいですかね。カントリーサイド。そこ地方っていうんですね。地方空港っていうんです。そういうカントリーサイドのところね。田舎の空港のこと、地方空港。そこの地方空港の、国際線。だから外国から来る飛行機。飛行機の利用する人が、そこ使う人がコロナ前の6割強になりましたってことなんです。6割っていうのは 60% っていう意味です。はい、この割っていうのは、1割、2割、3割ってね言います。これ N2 でもう出てきますね。N3 でももう出てきますね。なので6割強って言ったら 60% よりちょっと多い。だから 65% とかそういうイメージ。
はい、70% いかないけど、でも 65%、66% ぐらいっていうイメージです。強って言います。はい。反対に弱とも言いますよ。弱い時は弱いって書きます。はい。だから強いんですね。だからその田舎の空港を使って外国から日本に来る人が、今とても増えています。どのくらい増えてるって言ったら、コロナの時だからだいたい2019年です。2019年の時に来てた人のだいたい 60% ぐらいがもう今来てるってことです。はい。だからもちろんやっぱりコロナ前の方が日本に来る人は多いですけど、でもその地方空港を使って日本に来てる人がどんどん今増えてるよっていう意味です。でそれが 65% ぐらい来て増えてます。もうちょっとで昔とコロナ前と同じくらいになりそうだっていう意味です。で、もうちょっと続きますね。中国便回復が鍵。はい、これはですね、中国からその地方の空港に入る人、中国から飛行機に乗って日本の、成田空港とかじゃなくて、例えば北海道とか、九州とか、あとは大阪の方とかに入る人、飛行機乗って来る人の、その飛行機がもっと増える、回復っていうのは増える、元気になるって意味です。これね、回復、元気になる、それがもっと増えることがキーポイントですっていう意味です。鍵っていうのは大事なことっていう意味です。はい。何が言いたいかというと、これ今増えてるの 65% ぐらい増えてますって言ってますね。コロナ前より。でもまだ 100% じゃない。コロナ前と同じになりましたじゃないですね。何が足りないんですか？あと 40% ぐらい、あと 35% ぐらい何が足りないのと言ったら、足りないのは中国から来る人という意味です。中国から日本に来る、日本の地方の、田舎の空港に来てくれる中国の飛行機があともうちょっと増えれば、35% ぐらい増えればコロナ前と同じになりますっていう意味です。はい。だからそれだけ中国の人が日本に来ていたってことですね。ただですね、まだいい話があって、九州わかります？九州はもっと遠い、東京からもっと遠いところですね。九州ね。九州の例えば福岡とか、福岡はよくね、韓国の人がね福岡によく来てますよね。近いからね。そうあれ九州ですね。場所は九州で、その福岡の近くの熊本県というところあります。熊本県の、空港、熊本空港っていうんですけど、そこはなんとですね、とっても人が増えている。国際線、外国から来る人とても増えていて、コロナの前よりだいたい2倍になってます。2倍、今2倍。すごいですね。外国から来る人、熊本にいっぱい来てるってことです。コロナの前より来てる。すごい。数はコロナ前、2019年だとだいたい11万人来ていた。で、今は23万人来てる。すごいですね。だから2倍以上来てるんですね。熊本に皆さん何しに来てるのかな。熊本はね、温泉とかありますし、あとは熊本城っていうお城が有名ですね。みんな何しに来てるんですかね。そう、あそこにいっぱい外国の人来てるらしいですよ。ですので、もし皆さんね熊本行くときは、いっぱい外国人いるなと思ったら、とても増えてます今。そう、あなたはその中の一人ですと思ってくださいね。はい、じゃあ次行きましょうか。
たくさんの人今聞いてくださってありがとうございます。夜遅いのにね、皆さんね。次で第1位ですからね、皆さんそろそろ眠れますからちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ行きましょうか。次。第1位はね、ワオって感じですよ。いきますよ。はい。どうぞ。ドン。あ、違うわ。ドンじゃないじゃないですかね。ごめんなさい。これ、さっきちょうどニュースで、旅行の話をしたので、そうだ。ちょうど昨日ですね、私 YouTube で、皆さんにもし日本の旅行する人は、日本人がよくここに夏旅行行ってますよって話をしたんですよ。夏の日本旅行でね、日本人はどこに行くんですかって、人気の場所はどこですかっていうのをトップ5で私紹介したので、旅行を考えてる人ぜひ見てみてください。はい。結構ね、写真いっぱいあって楽しいと思います。はい。見てみてください。行きたくなります、きっとね。ということで、じゃあごめんなさい。行きましょう。第1位のニュースいきます。今日の第1位はこれ。今週のニュースこれです。ドン。それもこれはさっき出たすごいホットニュース、まだ出たばっかりの新しいニュースです。ワオと思いました、私これ。はい、いきます。公的年金への全員加入、移住外国人に義務徹底、厚労省というニュースです。びっくりしてるかな、みんな。ってそうなんですかって思ってる人は読めてる人ですね。意味が分かってる人ですね。でも何がって思ってる人は大丈夫、あなただけじゃないです。はい、多分ほとんどの人が意味が分かんないです、何が関係があるんですかこれって思ってるから大丈夫、あなた一人じゃないです、分かんないのね。はい、ちょっと読みますよ。そうだな、先に簡単に説明した方がいいですよね。先に言うと、これはですね、日本にこれから住むっていう人です。います今聞いてくれてる人。日本にこれから住むんですって人。それも10月だそうです。今年の10月からなのかな、ちょっとまだはっきりニュースで言ってないんですけど、10月かまたはその前かな。これから住もうって思ってる人は日本で、これ遊びに行くじゃなくて旅行じゃなくて住む人は皆さん全員年金というこの年金っていうね、日本のシステムがあるんですけど、これに入らなければいけません。義務ですってね、これ絶対にしてくださいっていう意味なんですけど、義務は N2 でももう大事な漢字ですから覚えてくださいね。義務絶対に入ってくださいねっていうのをルールにしますっていうニュースです。でこれは入ってくださいねで、はい入りますっていうだけじゃなくて、これはですね、日本で住んでいる場合は税金と思ってください。一つでお金を払わなければいけないっていうものです。はい。でやだ、ね、払いたくないです、どうして払わなきゃいけないんですかってね。はい。じゃあ例えばね、あなたが今聞いてくれているあなたが日本で働いている場合、働く場合ですね。その場合、そうですね、働く場合ぜひ日本としてはやっぱり長く働いてほしいし、もしね皆さんが長く実際働いたのにというか、働いた後年を取って働けなくなります、誰でもね。でもうおじいさんおばあさんになった時に、この日本は年金というシステムがあって、働かなくなったらお金を毎月あげます、このお金を使って生活してくださいねっていうシステムがあるんですね。でそんなたくさんもらえないんですけど、どうぞプレゼントですっていう意味ではなくて、そのお金を年金のお金をもらうためには
自分が働いてる時に国にお金を払わなければいけません。そうだから自分が日本にお金をどうぞ払いますっていうふうに、税金みたいに払ってれば、自分が働かなくなった時に日本からお金を返してもらえるんですね。あなたは今まで年金を払ってましたね。だからあなたに年金を返しますというイメージです。そうで、それを外国人の人もそのシステムを絶対にやってくださいっていうふうにルールにしますっていうのが今日出たばかりのニュースです。で、これはそうですね、これがあることで何ですかね、今までもね日本で働いてるとどうしても税金は払わなければいけなかったものなので、だいたい会社で働いてるともう給料をもらう前に税金が引かれてるんですね。で引かれて払った状態でそこから給料もらう、もう減ってるってことですね。そうだから私が払いますって言って払いに行きます、市役所に行きますとかしなくてももう会社が払っちゃってるんですね。そうだから自分の給料は減ってるんです。だけど同じようにね、この年金も同じようにこう引いてあなたに給料を渡すということで、そうすると日本で、ずっとね住んだ場合後でもねお金をもらえるから、それはその人にとってもあなたにとっても外国の皆さんにとってもいいことなんですね。ずっと払ってたのに後でもらえないですかみたいな。だから払う種類、税金の種類がやっぱりいくつかあって、その中の年金という税金を払ってくださいねっていうことで、実はこのルールは前からあったんだけど、入りますっていうか、わかりました、このルールに入りますよっていうふうに入ってるのに払わなかった外国の人がやっぱりいるんだそうです。でだけどそれはもうダメっていうことで国がチェックしますよっていうふうに言っているっていうことです。そうだから別に外国の皆さんに何かこう悪いことをしよう、よしお金を取ろうっていうね、悪いことしようって思ってるわけでは全然なくて、これはもうこういうシステム、年金っていうシステムがあるから、それに皆さんもちゃんと入ってねっていうことでお願いしてるってこと。もう日本人と同じ権利、払ったらあなたにもちゃんとお金を返すっていういい権利を、いいことですね、いい権利をあなたにも外国の人にもあげますので、このルールを守ってくださいっていう発表です。ね。で最近ですね、こういう外国の人にも何か税金のようなものとか調査をしますっていうのがあって、ニュースがあって、ちょうど私が話をしたんですね、前にね。これがそれです。ですね、外国人の保険料納付初調査へって書いたんですけど、これ保険のお金、日本はこれ留学生もだし日本で働いてる人もなんですけど、保険インシュランスに入っていれば、それも国の保険ねに入っていれば、病院に行った時に自分で 100% 払わなくていいんですね。国が助けてくれます。70% とか国が払ってくれるんですね。だから国によっては、例えば歯医者、歯を治すデンティスト、歯を治すに行くのはすごく高いっていう国ありますよね。でも日本はそんなことないんですね。国がすごく払ってくれるから、皆さんが思っているよりはとても安く歯医者に行けます。で歯医者だけじゃなくてお腹痛いとか頭痛いとか、または足を怪我をしたとか、いろんな種類の病院ありますけど、そういうところも全部保険が使えるんですね。でやっぱり自分で払うのは30% ぐらいでいいとかになるので、そんなに高くないんですよ、日本って。その医療、病院のお金がね。で
だけど外国の人、日本に住んでる、日本で働いてる外国の人とか、日本に住んでるですね、住んでる外国の人が実際ちゃんとこの保険のお金を払っていたのかっていうのを今までちゃんと日本は調査をしていなかったんだけど、それを、今年調査しますっていうのを、これは5月のニュースだったかな、6月最初かな、最近ですよこのニュースね、っていうのを調査しますよっていうのを発表したニュースです。でこの私の YouTube で詳しくその話をしているので、知りたい人ぜひぜひ見てみてください。でこっちはですね、このニュースは私がニュースをちゃんと書いてます、字で書いてるから、読みながら読んで私の説明も聞いて、言葉の勉強、語彙、漢字とかもうそこで勉強できるので結構便利かもしれません。はい、なのでよかったら見てみてくださいね。 YouTube のリンクに入ってます。はい、ということでした。なので今日はね、このいくつかな、5つのニュースを今お話ししました。はい、今すごいびっくりするぐらいたくさんの人がニュース聞いてくださってますね。ありがとうございます。みんなのね、自分に関係があるニュースありましたね、できるだけ外国の皆さんに関係がある、または日本に今住んでて生活に関係があるニュースを選びました。はい、ということで、はい、じゃあ、他にもですね、今までも私の YouTube で最近結構のニュースのことを、YouTube で話してるんですね。はい、まだぜひ知らない人は見てみてほしいですね。いろんな種類のニュースを話をしてます。はい、これは日本人が結婚した後の名前が変わるかどうかっていう話とかね。はい、いろんなタイプのニュースをお話ししてますので、私の YouTube の、チャンネルの中で探してみてください。はい、であとはJLPT 勉強したい人もね、いらっしゃると思います。私のチャンネルはJLPT の勉強、いっぱい YouTube あります。はい、N2 と N1 たくさんあります。はい、N1 だと語彙の勉強もそうだし、読解の勉強もできますし、N1 も同じです。はい、合格する方法とかね、たくさんの方見てくださってます。はい、であとはビジネス日本語も勉強できます。働く日本語ですね。働く時の日本語はやっぱり難しいので、はい、メールの書き方とか、電話の仕方とかね、難しいですね。はい、YouTube でも勉強できますのでよかったら見てみてください。はい、でそうですね、あとはJLPT の読解の勉強、すごく詳しくやりたい人、私の、オンラインレッスンの中でできます。はい、N2 と N1、はい、特に合格する方法っていうのが説明してますので、 N2 もね N1 もどちらもぜひやっぱり勉強の仕方、どうやって勉強すればいいか、時間ないのに皆さん忙しいじゃないですか。仕事とかもしてるしね、きっとね何をやればいいんだろうっていうのが分かんないと思うんですね。結構皆さん間違えてるんですね、はっきり言って。勉強の仕方だからよかったらね、この勉強の仕方っていうのをちょっと見てほしいなと思います。はい、であとは、ビジネス日本語ですね。これオンライン授業で Zoom 授業をしてます私。はい、実は明日授業があるんですね。明日はビジネス電話をするんですね。はい、電話明日するし、あとはメールの書き方っていうのも今月やります。はい、難しいんですけど練習すればするほど本当に皆さん上手になっていてすごいなって思います。はい、そして楽しいですね。やっぱりね間違えながら一緒にね、それは日本人はその言い方はしないんですよとかね、すごく丁寧に話してくれたけどロールプレイするんですよ。実際じゃあやってみてくださいって言って私と電話の練習するんですけど、すごくね丁寧に話してるけどそんなに丁寧に話さなくていいですよとかね、そういうこともあるんですね。そうだからね例えば
なんか文句を言う時とかもあるんですよ、ビジネスでね。ちょっと早く連絡欲しいんですけどとかね、言いたい時あるじゃないですか。このにちょっと仕事で急いでるからとか、どうやって怒ればいいんだろうみたいなね。喧嘩はしちゃいけないし難しいですよね。丁寧に言うんだけど、でもちょっと怒ってるのを言いたいっていう言い方とかやっぱりあって、そういうのとか、はい、練習しててね、やっぱり日本語ってちょっと難しいんだけど、なんかやっぱ面白いなって思います。学生さんと一緒に勉強してると私はそう思っちゃいますね。で楽しいので、はい、よかったら来てください。であとは、会話の練習もやってます。ズームレッスンです。これもね、はい、ですますを使わない友達と話す話し方とか、恋人と話す話し方とか、はい、そういうのを中心にやってるんですが、敬語ももちろんやってます。やっぱり敬語も難しい。ですます使う話し方もどっちもやります。はい。はい、であとはプライベートレッスンもやってます。はい、これは皆さんの好きなこと何でも私が Zoom で教えます。はい、JLPT のリーディング、読解でもいいし会話でもいいし、はい、テスト近いから JLPT のテストの練習をしている人もいますね。はい、レベルも N5 から N1 レベルまでどんなレベルの人でも私教えますので、よかったら来てください。楽しいと思います。はい、これは全部私のオンラインレッスンを見てください。はい、リンク今日のチャットの一番上にも書いてあるし、そうだな、今日ライブ終わったら、メッセージじゃなくてコメント、皆さん書いてくださるコメントのとこにもリンクを書いておきます。オンラインレッスンのリンクね、書いておきますので、はい、見てみてください。はい、じゃあちょっとびっくりですね。こんなに皆さん見てくれてるんですね。今ありがとうございます。はい、皆さんメッセージありがとうございました。多分声ちゃんと聞こえてたのかなと思います。はい、まだ読んでなかったのはヘマさんとかシャワンズさんとか、こんにちは先生、こんにちは。どこの国の人かな。リツキーさんですね。リツキーさんこんにちは。お久しぶりです。元気ですか皆さんぜひ今日はもう終わりますので、今日のニュースでどのニュースが自分に関係があると思いましたとか、私の国にもクマが出ますとか、日本にもクマがいるんですかとか、何でもいいです。いろんな思ったことをどうぞ自由に書いてください。皆さんのメッセージとても面白いですありがとうございます。読みたいので楽しみにしてます。はい、じゃあ皆さん、またお話しますね。はい、日本語勉強難しいけどやっぱり楽しいと思います。日本語って結構面白いですよね。変な言葉だからそうはい、と思いますので、皆さん勉強してくださってとっても私嬉しいです。はい、この変だけど面白い言葉をぜひ一緒にまた勉強していきましょう。はい、で今日はありがとうございます。また、お話しします。ライブぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。